なかなか普通のファミコンにたどり着けなくて、もう最初から私の人生これかいみたいな、もう何度もやめようと思って。ルーキーの時にできないからって諦めちゃダメですよ。だって今大御所ですからね、これ。昔のメンバーでストリートファイター2のパロディのゲームを自分たちで作りませんか。それ私を声かけていただいた。昇竜拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 小本義樹です。今日はですね、ストリートファイター2の作曲をしてくれてた、お姉さん下村陽子さんをですねゲストに呼んで、で対談形式でちょっと動画を1本撮らせていただこうと思ってます。いやー久しぶりなんですよ、会うの。ちょっとねようしゃべるお姉さんなんで負けないようにちょっと僕の方で頑張っていきたいと思いますけど、全然ね、話にならなかったらごめんなさい。今日はちょっと頑張りますよ。こんにちは。こんにちは。いや久しぶりなんですよ。久しぶりだっけ。そうです。1年ちょっと空いてますね。はい。あれ敬語じゃないとダメですよね。いや全然大丈夫です。全然何してもらっても大丈夫です。岡本さんほら関西弁だから、私が関西弁が出そうになるから。いやちょっと待ってください。僕は、ね、基本標準語でやらせてもらってるつもりで本人的にはおるんですけど、関西弁の人と喋ってるとだんだんちょっとおかしくなってくるということで、はい、よろしくお願いします。今日はお招きありがとうございます。こちらこそです。下村さんね、もともと大阪の C 社っていうゲーム会社におられて、僕の部下というか僕の後輩というかね、はい、というポジションで、作曲をお願いしてました、はい、デビュー曲は何だったんですか。実はコンシューマーとかじゃなくて、あれなんです。メカこうルーレット赤と黒でくる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 って回るのがデビューです。すごい。でその後にクレーンゲームとかも作りました。メカトロっていう舞台があったもんね。そうなんですよ。だからファミコンの曲を作りたくて入ったんですけど、ファミコンにたどり着くまでになんかメカを3つぐらいやりましたね。最初にやったのが一番強烈で、全部曲を作って、データも作った後に同じゲームなんだけれども企画そのものが変わって全部曲作り直したっていう。面白い。最初からもう最初から私の人生これかいみたいな。いやいやでもね暗示してますから人生を。ね、そのメカトロ3曲いきました。その後はその後がデビューもうファミコンデビューなんですけども、本当私曰くつきで、あれなんですよ、ディスク書き換えシステム。悪くないでしょうよそれを。でそれでなかなか普通のファミコンにたどり着けなくて。それはなんていうタイトルだったの。サムライソードです。それ俺がやってるやつやん。そうでしたっけ。そう俺んところの舞台でやってるやつですね。それがちゃんとしたデビュー。コンシューマーのデビューですね。普通の。じゃあお世話になりました。こちらこそ。華々しいデビューなのかどうかというと、割と地味めですよねこれ。かなり地味ですね。もう本当なんかそんなゲームあったって言われるような、社内でも言われるぐらいのばっかりで。それ俺担当してるやつだから。その次が悪く言ったら僕が担当してるやつですよ。僕の中ではスト2の曲作った人なんですよ。そうですね。だから本当にスト2まで、いわゆるヒットしてみんなが知ってるようなゲームっていうのに本当にあんまり当たらなかったので。なんであれスト2はもらったんですかね。じゃあれはなんか他3つぐらい新しい新作タイトルがあって、作ってる時あって、はい、どれかやってって言われて、で、結局もうほぼアーケードの方に担当に移ってたので、僕がやってたところですね。はい、そうです。それでなんかその流れでみんな不安に思ったみたいなんですよね。僕が一番不安に思った。マジっすか。でも回さなきゃいけないから仕事振るしかないので、じゃあこれでいいや。いやこれでいいや。これをさせていただきます。そんなキャラちゃうかって。いやそんなことないですよ。当時もそんなキャラちゃうか。そんなことないですよ。新卒で入った時に、正直全然私作曲とかほとんどできない状態で、なんで採用になったのか分かんない状態で入って、ピアノ科出て20歳で、本当にそれが取り柄だったのかなって思うぐらい、私はなんで採用になったのか分かんないぐらいできなかったんですよ。だから私最初入ってからこれ以外、いやもう何度もやめようと思って片町線を泣きながら帰りました。すごい泣いてて、絶対もう周りがこいつやばいやつやみたいな感じだったぐらいでボロ泣きしてた。もうポタポタ
あ、ポタポタと落ちるもう悲しくて下向いてると涙が下がってくるぐらい。でもそれは自分が自分を責めてるわけ。なんで私こんなできないんだ。もうそうなんですよ。もうなんでできない皆さん聞いててくださいね。ほらルーキーの時にできないからって諦めちゃダメですよ。だって今大御所ですからねこれ。だから続けるってすごいことですよね。いやでも本当そうだと思います、ファミコンの曲を作りたいと思って入ったのに、いつになったらファミコンの曲が作れるのかもいけるんだとわからないし、そもそも作らせてもらえないかもしれない、ずっとメカトロのところのピコピコピって終わる可能性があると。もうそこにもまずたどり着けなかったですからね。でファミコンを任せられないから、まずそこからっていうスタートで、1年前に入った先輩とかは今でも続く人気タイトルを、要するに入社1年目でもうされてたわけなんですよ。なるほど。あまりにも自分との差がありすぎて、すごいもう本当に私全然ダメじゃん。1年先輩ってクレオパトラみたいな髪型してる人、当時してはった人ですね。でもね持ってます運を。だってそのピコピコピーが作れなくて涙がポタポタ落ちてたスタートからそんなに年数経ってないですもん。そっからビッグタイトルですよ。それを作曲して、だってそれがきっかけで次の会社に転職される時もそのタイトルは引っ提げていけるじゃないですか。そうですね。僕ら今でも聞くわけですよ。結果的にあなたの曲を聞くとすっごい若気の至りだな。本当に全然気に入ってるけどね。ありがとうございます。あの時どうだったの、感触としては。すごい自由に作らせてもらったので、ちょっと C 社っぽくないみたいなことも言われたんですけど、当時ディレクターだった西谷さんに相談したら「いえ自由にやってください、気にしなくていいです」って言ってくださったので、じゃあ自由にさせてもらいますいいじゃない。ほら人生すげえ好転塊線で落としてた涙の塊が一気に自由にやって、全部回収みたいな、涙回収みんな回収でそれがねゲーム当たれば結果音楽も大ヒットしますからね。いやもうめっちゃ好転しました。ほら持ってます。そんなわけで第2部の始まり。はい、今日は特別ゲストで、アリカの西谷社長においでいただいてます。お久しぶりです。ご無沙汰してます。だって25、6年ぶりぐらいですよね。それぐらいですかね。だってアリカ設立してから多分僕は一回も会ってないですからね。アリカ設立時にお会いしました。結構僕からしたらあなたたち近いところで働いてるけどね、もっとなんかあってもおかしくないし、曲書いててもおかしくないしみたいなぐらい関係に見えるけど、避けられてたのかもしれない。嫌いとは言ってたもんね前から。マジですか？ちょっとそうなんですか？スト2を作ってた時のそのサウンドとそのディレクターであった西谷明との絡みのところが聞きたい。どうでしょう。でも私結構最初はすごい緊張してご挨拶行きます。そうだったんですか？なんかずっとカタカタって言ってて、すっごい声をかけるタイミングが難しかったっていう記憶があって、そうだったんです。もうすごいのめり込んでこうやってダーってされてたので、なんかちょっと考えるみたいな感じで止まった時に今回音楽担当させていただくことになった下村ですってすっごい後ろからそーっと声をかけました。多分だからすごいその影が薄すぎて忘れてるんだと思うんですよね。そうか、影が薄かった時代があったけどそれを俺たちが覚えてないだけか。なるほど。じゃあスト2で調子こいてもうてガハハキャラになったってこと？これいやそう別にそんなことないと思います。調子はこいてないですよ。そもそもネットとかがないからないそのユーザーさんの声とかって直接来なかったんですよ、音楽って。そうなんや。だから別になんか私はそんなにヒットしたって言うけれども、社会現象って言われるけれども、自分はなんかそんなに役に立ってない気がした。だってゲームセンター行って当時普通にね一つ10台ぐらい置いてあったもんな。そうですね。ブワーって10台ぐらい置いてあって、曲ばっかりがゲームセンターでなってたの。それがね、でもあの時基盤の音源がちょっと弱くて、曲があんまり聞こえないんですよ。でも絶対にこのゲームセンターにあるかどうかっていうのを音で判断できるんですよ。それはなんでですか？象のパオーンって音だけ聞こえるんです。それ曲じゃねえやんか。曲のどこやろうと思って頭すげえ回転させたもんだ。パオーンです。パオーンが確かに
でも本当にあんたらには助けられましたよ。私はまあそのいやあんたにとってもね起死回生だけど、そうですね。いや本当会社にとっても起死回生の一発になったと思います。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ素晴らしいタイトルを担当させていただけて本当にありがたい素晴らしい結果が出ましたからね。あんなに絵に描いたらスマッシュヒットになるっていうか大ホームランになるのは、まあイメージはして望んでるけど、思った通りの軌道を描いて飛んでいくのはなかなかないじゃない。あんなに綺麗にこうバットに乗るっていうか、ユーザーの気持ちに乗って飛んでいったってタイトルってそんなないよね、人生の中で。あれをこう目の当たりにできてたからね、俺たちは。その内側に出て、その歓喜の渦の中にいたわけよ。あれやっぱ幸せだったな。あれで大阪 C 社知名度グッと上がったもんね。一本前のファイナルファイトで上がってるし、魔界村もあったしっていうことあると思うけど、やっぱりスト2やと思うよね。スト2とかファイナルファイトとか魔界村って言って、今更 C 社も減ったくらいもないな、これ。C っていう人もね。私もそれタイトル言ってるからこれなんでと思って。一応ねずっと C 社って言ってるんで、まあ僕今日何が言いたいかというとですね、この間西谷社長と話したんやけど、ちょっとあんまりにも懐かしすぎて、もう一回昔のメンバーでストリートファイター2のパロディのゲームをパロディなの？パロディなんですよ。パロディのゲームを自分たちで作りませんかっていう話を西谷社長としてたわけよ。でちょっと盛り上がって、あ、これはやっぱりおもろいぞと。しかも日本じゃなくて世界が相手になるわけよ。スト2のパロディを俺たちがやりますよっていうわけよ。ちょっとこうみんなで集まってもう一回作ってみませんか、あの頃のこのお祭りやってみませんかみたいな、そんなお話です。それ私を声かけていただいた。当たり前。お前なしででけえやないかこれ。ぜひこれ本当に。もしですよ、成功した暁にはですね、最初からこう配分を決めてて、売り上げの何パーって決めてて、そちらをインセンティブでお支払いさせていただくこともらえる気でおる。そうなんですよ。で開発費なんかどっかが開発費出すんですけど、僕らの分は出さない。だから若手の分だけ出して、で僕らの分は出さずに、で当たったらそれを山分けシステム、会社じゃなくて個人に山分けで渡していきますみたいなシステムで、ちょっと一回集まってみませんかっていう企画なんですよ。少なくともこいつすでに3人揃ったわけで、確かにロートルよ。ロートルだけど、だから若手がやらなあかんとこ若手にやらしい、ね。ロートルじゃないとできへんところはロートルがやるっていうシステムでやればですね、ちょっと面白いんじゃないかと思ってて、一応辻元会長の方にはですね、アポを入れてたんですけど、うまくこうタイミング合わなくて、会長からの言葉では、作りたいんだったら作っていいよと。ただ著作権に触れるようだったら私は訴訟するよみたいなことを言ってもらっててですね著作権に触れるようなことは本当会長大丈夫しないんで大丈夫です、曲だけですね怪しいのは。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。私は著作権法を破ったことはないですよ。さすがです。でも自分の曲だから似てたりするかもしれませんよね。怖いな。怖いな。で企画の方もまだもちろん全然何にも固まってなくって、ちょこちょこ集まったりとか、あとズームで会議しながらこんなんどうない思うとか、誰々さん口説こう、いいねいいねみたいな。僕今あれですよ、西尾くん声かけたいんですよ。ガイルのキャラを打った子で波動拳で声を出してる子ですよ。私それ社員さんがやってくれたのを覚えてるんですけど、声は誰かもう覚えてないです。声もいじってるからね。当然今は声優使ってるじゃない、だけど声優使ってないのよ。全然使ってないですよ。チュンリーとかってサウンド室の隣の部屋の女の子のプログラマーとかだった。そうですよ。すいませんね。だからその龍拳の波動拳は西尾だけど昇龍拳は違う子とか。なんかすごいアナログでしたよね。超アナログだよね。本当に頃何もかも自前でやってましたもんね。ドット用紙だって、自前で作ったんよね、あれ。作ったんですよね。あとモニターが自前でした。そう木箱で後ろ見ると線がむき出しになってて、あと基板とか開発の基板とかもむき出しで置いてあって、それが一回私が夜遅くに残業で仕事してたら、それが燃えて
煙燃えが煙が出て、それで私始末書書きました。閉じ込められて、はい。ロムなんか受け渡しできなくなって窓からやりましたやりました。やりましたよね。でも夜になると出れなくなるんですよ。そうね。で3階だったじゃないですか、サウンドって。で3階からもうフロアの移動もできないから、そのロムを朝の7時に工場に入れなきゃいけないけども、まだ私が作業してるから、もう今も変わらないじゃんみたいな作業をしてるから、そう前日の夜には渡せない。でも、ケイティビルが開くのが7時だからそれじゃ間に合わないって言って、朝の5時ぐらいに向かいのビルから下に来てもらって、長いギター用のなんか長いシールド7メートルぐらいあるのがあって、その先にコンビニ袋にロムを1個入れて、非常用のこの上のところをちょっとだけ開けて、そこから今から下ろします下でこう開けそう大事ですよこの話。一応でも非常階段があって、要するに開けれはするんです。開けるとセキュリティがなって警備員が来るんです。じゃあだから移動しちゃいけないんです。それもまあまあな仕組みやけどな。そもそも夜中に会社にいるっていうのがそれもおかしいですよね。それがおかしいんです。確かにね。でそれで良くないってことになって、なんかどうしても泊まらなきゃいけない人用にって言ってマンションができたんですよね。斜め向かいのね。特に女性はね、俺らね基本机の下の段ボールやったけどな。まあまあ今となってはダメですけど、当時はね、当たり前で僕らもやらせてもらってましたからね。当時法に触れてるかもしれませんけど、当時はもう時効ですよ。当時は結構泊まりでやってました、男性社員は机の下に頭突っ込んで寝るのは当たり前で、段ボールを2枚敷いてるのを見て偉なったなって言われてましたよ。時に段ボールの保温効果びっくりしたんですよね。すごいでしょ。あるとないと全然違うとか思って。諸先輩の知恵ですよね。そうプチプチあれを下に置いてね。最強だと思う。あれは最強。あれすごい。あれを置いて段ボールを置いて、それ気が付くまでは本当に床に寝てたんで、すごい冷たい。硬いし冷ていし、夏でも体温奪われるんだよね。あれすごいのよあれ。サウンドはなんか折りたたみのなんてベッドでしょ。ボンボンベッドみたいなでしょ。ボンボンベッド。それ偉い人。でも大丈夫、下っ端の私でもなかった。それも部署が違うから。俺はだから大勢泊まってたからね。あとギリギリまでやるとボンボンベッドなくなるのよね。残業が遅くまでやってる人がボンボンベッド使ってほしいんやけど遅くまでやると数がない、全員分ないから。サウンドもだから2つぐらいしかなかったので、ボンボンベッドが6時ぐらいになると「今日ボンボンベッド使う人?」って聞いて回った言ってくれるの私が聞いてます。いざ泊まった時になって足りないって言ったら、段ボールもないので、それで。でもそれってあれですね、後輩から聞こえ方っていうのは、お前ら使うなよっていうふうに聞こえちゃいますよね。そうか、私圧力かけてたのか、ボンボンベッドで。だから多分プッタプッタ後輩は涙落としたとか。やっぱりもう下村さんがボンボンベッド使わせてくれへんって。今日もボンボンベッドあいつ取ったよっつって。もう本当でもいろいろ思い出がありますね、ボンボンベッドには。じゃあ技の名前はボンボンベッド。ボンボンベッド。ボンボンベッドって技になりますね、これ。そうね、ボンボンベッドな、こうやって。プチプチ、プチプチとかボンボンベッド。じゃあ、それ、段ボールとかもあるってこと。段ボールあります。2枚敷きみたいな。技が強くなっていくとね、何もない直で寝るから、段ボール、プチプチ、ボンボンベッドが一番強い。なるほど。なるほどじゃない。絶対使わないから。このネタは使いません。いいなと思ったの。いいアイディアだったもん。いやいや、もう全然パロディって開発のパロディになってる。そう、完全にうちわれだ、誰もわかんないですよね。こっち側のパロディだから。作ったやつだけが泣きながらゲームしちゃうの。まあでもそんなんでストリートファイター2をなんか作ったメンバーでもう一回パロディのゲームを作りましょうという企画に参加していただけることになりました。ありがとうございます。決まりました。はい。決まりました。いろんなことを決めていきますんで、姉さんにもこんな曲を書いてくれとかいろいろ話はいくと。また無茶言うんじゃないですか。西谷さんはご自由にどうぞって言ってくださったんですよね。それが本当に私は恵まれてたなと思います。今回は指示出します。そんなわけでなかなか自由にさせてあげられないと思いますけども、今日はとりあえず一旦、メンバーが3人集まりましたというところまででした。今日はここまでです。バイバイ。ありがとうございます。